リーダーシップマネジメント特別番組、先達の知恵に学ぶ、現代の生存戦略。ナビゲーターの私がお送りいたします。本日は、リーダーシップマネジメントを学ぶ、人があまり知らない編と題しまして、ビジネス書や MBA の教科書には載っていない。しかし、日本の伝統文化や芸道の達人たちが到達した、深遠なる哲学と言葉をご紹介してまいります。現代は、部下と呼ばれる不確実な時代です。これまでの根性論や強力なトップダウンだけでは、組織も、そしてリーダー自身の心も持ちません。特に若い世代の皆さんが求めているのは、単なる成功ではなく、自身の納得感や幸福、そして他者との調和ではないでしょうか。今回は、武道、将棋、囲碁、書道、華道、茶道など、それぞれの道を極めた達人たちの、あまり知られていない、けれど若者の心に深く刺さる言葉を厳選しました。明日からの仕事に、そして生き方に役立つヒントとして、どうぞ最後までお付き合いください。それでは、最初の賢人をご紹介しましょう。一人目は、美術家書家の、篠田桃紅さんです。篠田さんは、107歳で亡くなる直前まで現役を貫いた。日本を代表する抽象画家であり、書家です。彼女は、戦後間もなく、まだ海外渡航が珍しかった時代に、たった一人でニューヨークへ渡り、その墨による前衛的な作品で、世界的な評価を勝ち取りました。結婚的礼儀や、女性の幸せといった当時の常識に一切とらわれず、生涯独身を通し、自身の美学だけで生き抜いた。まさに孤高の芸術家と言えるでしょう。そんな彼女が残した、ハッとするような言葉があります。自という字に、よるのが、自由です。私は自由です。自らによって生きていますから。多くの人は、自由という言葉を、何にも縛られないことや、好き勝手ができることだと勘違いしています。しかし、篠田桃紅さんの定義は違います。自由とは、文字通り、自らによること。つまり、自分の判断、自分の価値観をよりどころにして生きることだと説きました。誰かの指示や、世間の常識というレールの上を歩くのは楽です。失敗しても、誰かのせいにできるからです。しかし、それは他人による生き方であり、不自由な生き方です。自分の足で立ち、自分で決め、その結果に対する責任をすべて自分で引き受ける。その覚悟を持ったとき、人は初めて、真の自由を得られるのです。この言葉は、現代のリーダーシップにおいて、キャリア自立を促す場面で非常に有効です。例えば、指示待ちになっている若手社員や、会社の看板にぶら下がっていることに不安を感じている部下に対して、こう語りかけることができます。会社が決めたキャリアパスではなく、自分の価値観を基準に選択しよう。その選択にオーナーシップを持つことこそが、本当の自由であり、仕事の満足度を高める唯一の方法なのだと。また、リーダー自身が前例のない決断を迫られた際、これは常識という他人の物差しで選んだのか、それとも自らの美学によって選んだのかと、自問自答するための羅針盤ともなるでしょう。続いて、二人目は、将棋棋士の増田幸三さんです。昭和の将棋界を席巻し、実力性第4代名人として歴史に名を刻んだ伝説の棋士です。彼は非常に破天荒な人物としても知られています。少年時代、名人に強者を引いて勝つ。つまり、トップ中のトップに対してハンデを与えて勝つという、とてつもない待望を抱いて家出をしたというエピソードはあまりに有名です。しかし、盤上においては極めて論理的で、新手一生、新手一生。つまり一生を通して新しい手を作り続けることを掲げた。希代のイノベーターでもありました。そんな増田幸三さんが、戦後、GHQ 連合国軍総司令部の将校たちに向かって放った。知られざる名言があります。日本の将棋は、捕虜を虐待もしないし、虐殺もしない。常に全部の駒が生きている。これは能力を尊重し、それぞれに働きを与えようという思想なんだ。当時、GHQ は、将棋は相手の駒を取って自分のものにする。これは捕虜虐待であり、野蛮ではないか、と詰問しました。それに対し増田は堂々と反論したのです。チェスは取った駒を使わず、盤上から排除しますが、将棋は取った駒を味方として再利用します。増田はこれを人材の有効活用であり、真の民主主義だと説いたのです。一度敵対したものであっても、あるいは一度失敗して盤上から消えたものであっても、役割を与えれば再び能力を発揮する。また、と金のように、歩兵という一番弱い立場の駒であっても、敵陣に入れば金将と同じ働きができる。これは、あらゆる人間に可能性を見出す、究極の人間参加です。この言葉は、現代のマネジメントにおける、
ダイバーシティ&インクルージョンや再チャレンジの文脈で輝きます。例えば、プロジェクトで大きな失敗をしたメンバーをチームから外そうとする空気が流れたとき、リーダーはこの言葉を引用してこう言えます。彼を排除するのではなく、持ち駒として、別の適切な盤面、役割で再登板させよう。適材適所を見つけるのが我々の仕事だと。また、外部からの転職者や異質な経歴を持つ人材を異物として排除せず、それぞれの特性を生かして組織の力に変える。そんな包容力のある組織を作るための強力なフィロソフィーとなるでしょう。次は、3人目、華道家であり、草月流創始者の勅使河原宗風、勅使河原宗風さんです。花のピカソとも称され、世界的な芸術家として名を馳せました。彼は、伝統的な生け花の形式を破壊し、鉄や石、枯れ木なども取り入れた前衛的な表現で世界を驚かせました。生け花は花である前に、人であるとし、型にはまることよりも、個性の表現を何よりも重視した革命児です。そんな彼が残した、一見するとドキッとするような言葉があります。嘘をつけよ、嘘が誠なのだ。誤解しないでください。これは、不誠実であれとか、人を騙せという意味ではありません。宗風の真意は、芸術における、編集と演出の重要性にあります。例えば、野にあるように花を生けると言っても、自然のままボサボサの状態を持ってきても、それは美しくありません。枝を切り、葉を落とし、人工的に手を加える。つまり、嘘をつくことによって初めて、その花が持つ本来の美しさ、つまり、誠が際立つのだという教えです。事実をそのまま並べるのではなく、創造的な編集、クリエイティブを通してこそ、本質的な真実が伝わるのです。この哲学は、ビジネスにおける、プレゼンテーションや、ブランディング、そして、ビジョンの伝達において極めて重要です。例えば、部下が事実やデータを羅列しただけの、焦点の定まらない資料を持ってきたとき、こうアドバイスできます。情報をただ並べるだけでは、何も伝わらない。相手に本質、誠を伝えるために、勇気を持って情報を削ぎ落とし、強調する、演出嘘が必要なんだ、と。また、組織のブランディングにおいても、現在のありのままの姿を見せるだけでなく、こうありたいという理想像を意図的にデザインし提示することで、実態をその理想に近づけていく。そんなポジティブな作為の重要性を教えてくれます。続いて、4人目は、合気道の開祖、上柴森平さんです。彼は、武術家として無敵の強さを誇りながらも、晩年は、和の武道愛の武道を説きました。相手を力でねじ伏せるのではなく、相手と一体化することで争いを無効化する。そんな神がかった境地に達した人物です。彼の言葉の中で、競争社会に疲れた現代人にこそ響くものがあります。合気道は負けない。なぜなら、最初から戦わないからだ。これは、不争不敗の哲学です。勝とうとすれば、相手も対抗心を燃やし、争いが生じます。争いが生じれば、勝つか負けるかのリスクが発生します。しかし、最初から相手と対立せず、相手を受け入れ、和合し、争いの構造自体を作らなければ、負けという概念そのものが存在しなくなります。これは、真心の戦わずして勝つという戦略論以上に、敵を作らないことで持続可能な生存環境を作るという、ウェルビーイング、幸福に近い思想と言えます。この言葉は、組織内のコンフリクトマネジメントや、心理的安全性の醸成に活用できます。部門間の対立や派閥争いに対し、相手を論破して勝とうとするな。共通の目的を見つけて統合し、戦わない状態を作ろうと促すことができます。また、リーダー自身が勝ち負けやマウントにこだわらない姿勢を見せることで、メンバーが防衛的にならず、安心して意見を言える。敵のいない場を作ることができるでしょう。5人目は、囲碁棋士の藤沢秀行さんです。周公先生の愛称で親しまれた、囲碁界の破天荒な天才です。酒やギャンブルで莫大な借金を抱えながらも、タイトル戦では圧倒的な強さを発揮し、名誉棋聖の称号を持つ伝説的な人物です。破滅的な私生活の一方で、若手の育成には異常なほどの情熱を注ぎ、中国の棋士たちとも積極的に交流した、器の大きな教育者でもありました。彼が自身の知見について語った驚くべき言葉があります。5の神様が分かっているのが100だとしたら、私に分かっているのは、せいぜい5か6。囲碁界の頂点を極めた人間が、自分は5か6しか分かっていないというのです。これは謙遜ではなく、無限の世界に対する徹底した知的謙虚さです。だからこそ、死ぬまで学び続ける楽しさがあるのだと彼は言います。また、彼は若手に対して、もっと遊べ。
しかし強烈な努力をせよ。とも語っています。もっと遊べというのは、単なる放蕩の勧めではありません。盤上の定石、マニュアルにとらわれない豊かな感性を養うために、盤外での経験、つまり遊びが必要だという意味です。楽しみと厳しさが矛盾せずに統合されています。この言葉は、現代のリスキリングやワーク・ライフ・インテグレーションの文脈で役立ちます。ベテラン社員が自分はもう十分知っていると学びを止めてしまったとき、あの名誉規制ですら自分は5か6しか知らないと言いました。我々には学ぶべき未知の領域がたくさんあるはずですと。学び続けることの尊さを伝えることができます。また、仕事だけの人間になるなと伝える際にも、仕事以外の趣味や遊びが、結果として仕事の創造性や人間的な魅力につながることを、藤沢先生の生きようを通して説得力を持って語れるはずです。後半戦に入りましょう。6人目は、江戸時代初期の大名茶人であり、作庭家、建築家の小堀遠州さんです。彼は、千利休のわびさびを継承しつつも、そこに王朝文化の華やかさや、西洋の合理的なデザインを取り入れ、綺麗さびという独自の美意識を確立した。天才プロデューサーです。桂離宮や名古屋上天マモなど、国家プロジェクトにも関わった。いわば、公的な芸術家でした。彼を象徴するキーワードが、綺麗さび、です。利休のわびが内面的な静けさや不足の美を説くのに対し、遠州はそこに、客観的な美しさ、明るさ、品格を加えました。彼は、古い定説や慣習に縛られず、当時の最新技術や海外のデザインも積極的に取り入れ、伝統的な重厚さと、モダンな軽やかさを見事に調和させました。これは、既存のブランドや組織文化を否定するのではなく、今の時代に合わせて、明るく編集し直すイノベーションの極意です。現代の企業経営において、リブランディングや組織風土改革を行う際、この考え方は非常に参考になります。うちは古い会社だから変われないと嘆くのではなく、伝統というサビを維持しつつ、そこに現代的なセンスやデジタル技術といった綺麗を融合させる。そんなハイブリッドな改革を目指す際のロールモデルとなります。また、異なる価値観を持つメンバー同士を、美意識や場の力でつなぐコミュニティマネジメントの手法としても、遠州の茶会は大いに参考になるでしょう。7人目は、幕末の剣豪、山岡鉄舟さんです。江戸無血会場の立役者の一人であり、剣前書の達人でありながら、生涯一度も人を切らなかったと言われている、規格外の人物です。身長180センチを超える巨漢で、大酒飲みかつ甘党で、銀崎村屋のアンパンを愛したというチャーミングな一面もありましたが、その強さは見業の域に達していました。彼が到達した境地、それはこの言葉に集約されます。無刀とは何ぞや。心の外に刀なきなり。敵と相対するとき、刀によらずして心を打つ。是を無刀という。武器を持っているから強いのではありません。心の外に刀はない。つまり、自分の心のあり方こそが最大の武器であり、防具であるという教えです。相手を威嚇したり、論破したりするために、刀を抜くのではなく、自分の心を磨き、何事にも動じない精神状態を作る。そうすることで、相手の戦意を喪失させ、あるいは味方につけてしまう。これこそが、争いを生まない最強の状態、無敵すなわち、敵がない状態です。この言葉は、現代のリーダーシップにおける、パワーハラスメントの防止や、高度な交渉術に通じます。リーダー自身の不安や虚勢が、部下への威圧という、刀になっていないか。権力ではなく、人間力で人を動かしているか。そう自制するきっかけを与えてくれます。また、クレーム対応やタフな交渉の場において、こちらも武器、反論で応戦するのではなく、動じない誠実な態度、無刀で接することで、相手の怒りを鎮め、信頼関係へと転換させる。そんな究極のコミュニケーション術として活用できるでしょう。8人目は、現代の将棋棋士、糸谷哲郎さんです。現役のトップ棋士でありながら、大学院で哲学を修めたという異色の経歴を持つ、哲学者棋士です。早見え早指しの直感派であり、定石にとらわれない力強い将棋が特徴で、スイーツ好きで、ダニーの愛称で親しまれています。彼が語る、思考に関する現代的な哲学があります。哲学は、人間が勝手に抱いている思考の前提を消去して、思考のロックを自分で解除すること。そしてもう一つ。愛は、自分の中にある何かを対象に託している、拡張した自分のような概念。将棋 AI が人間には思いつかない手を指すのは、交差すべきという人間の前提、つまり常識がないからです。糸谷さんは、
哲学を思考の前提、ロックを外すツールとして捉えています。また、彼は愛や推しの感情を他者を大切にすることで自分の世界が広がる、拡張した自分と定義しています。これは、利他行動が自己犠牲ではなく、自己実現の一部であることを示唆しています。この言葉は、ビジネスにおける、イノベーション創出や、エンゲージメント向上に効きます。会議で行き詰まった時、一度すべての前提、ロックを外してみよう。業界の常識を疑ってみようと促し、ゼロベース思考を引き出す際に使えます。また、部下やプロジェクトへの貢献を、会社のためというめっぱたし方向ではなく、自分自身の領域を拡張するための行為、拡張した自分と再定義することで、若い世代の内発魔と動機を高めることができるでしょう。9人目は、小東韓流空手道創始者、船越義珍、船越義珍さんです。沖縄の空手を空手道として本土に普及させた、近代空手道の父です。彼は空手を単なる格闘術から、精神修養の道へと昇華させ、空手に先手なしという倫理的な教えを徹底しました。彼の残した20訓の中に、現代のリスクマネジメントに通じる言葉があります。かつこう考えは持つな、負けぬ考えは必要。そして、技術より真術。勝とうとすると無理が生じ、隙ができ、相手との対立が深まります。しかし、負けないこと、つまりサバイブすることは、準備を怠らず、致命傷を避け、持続可能な状態を保つことを意味します。現代風に言えば、圧倒的な勝利、ドミネーションよりも、持続可能性、サステナビリティを重視する哲学です。また、スキル、技術があっても、マインドセット、真術が伴わなければ、その力は誤った方向に使われると警鐘を鳴らしています。この言葉は、組織のコンプライアンスやリスクマネジメントにおいて重要です。短期的な利益や勝利のために無理をしようとする動きに対し、負けない、存続することこそが最大の目的である、と戒める際に有効です。また、能力は高いがチームワークを乱す人材に対し、技術より真術という言葉を用いて、人間性や倫理観の成長を促すフィードバックとして活用できます。最後、10人目は、特定の人物ではありませんが、京都龍安寺にある有名な、筑波医の言葉です。禅の精神を表した4つの文字が刻まれています。我ただ即知、我ただたるを知る。これは、現状で我慢しろという諦めの言葉ではありません。満足することを知っている者は、貧しくても幸せであり、知らない者はいくら金持ちでも不幸であるという教えです。つまり、幸福の主導権を外部環境ではなく自分に取り戻す宣言なのです。他人との比較や SNS での承認欲求で疲弊しやすい現代において、この言葉は強力なメンタルヘルスの処方箋となります。もっと成果をもっと成長をと追い詰められているメンバーに対し、今の自分でも十分に価値がある、足りていると自己肯定感を回復させる際に使えます。また、予算がない人がいないと嘆くチームに対し、ないものねだりではなく、今あるリソース、たるをどう組み合わせるかという、クリエイティブな発想、ブリコラージュへ転換させる際にも、非常に示唆に富んだ言葉となるでしょう。さて、いかがでしたでしょうか。本日ご紹介した3つの言葉。共通しているのは、勝ち負けや正解よりも、自分の美学他者との調和、プロセスの充実を重視している点です。篠田東光からは、自分軸で生きる強さを。増田幸三からは、失敗も異質さも生かす包容力を。勅使河原総風からは、自分を演出する創造性を。上柴森平からは、敵を作らない賢さを。藤沢秀幸からは、謙虚に学び遊ぶ余裕を。小堀遠州からは、古さを新しさに変える編集力を。山岡鉄舟からは、武器を持たずに人を動かす人間力を。糸谷哲郎からは、前提を疑い、自分を拡張する思考力を。船越義珍からは、勝ちにこだわらず生き残る持続力を。我田田七からは、他人と比較しない幸福力を。これらは決して、古臭い教訓ではありません。むしろ、不確実でストレスフルな現代社会において、私たちが燃え尽きずに長く活躍し、かつ幸福度を高めるための、最先端の、ライフハックとも言えるのではないでしょうか。若い世代の皆さん、そして、彼らを導くリーダーの皆さん。ぜひ、これらの隠れた名言をお守りにして、明日からの仕事や生活に、しなやかな強さを取り入れてみてください。それでは、またお会いしましょう。